皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを追っていきます。ウクライナ情勢について大きな影響をもたらすアメリカ、トランプ大統領の動きが少し変化を見せています。プーチン大統領との間で行っていたウクライナの停戦協議は全く行き詰まっています。そして、プーチン大統領は基本的には引き延ばし工作を行っていて、トランプ大統領を翻弄し続けています。一言目には自分たちも戦争をやめたいと言いつつ、実際には全くその気がないというのをさすがのトランプ氏も気づいたのか、最近ではウクライナ支援を少し取り組み始めました。トランプ大統領就任から100日間は全く軍事支援などの新規案件がなかったのが、ここに来て立て続けに動きが起こっています。バイデン政権に比べるとはるかに軍事支援の水準は低いですが、少なくともゼロよりは一歩前進したと言えるでしょう。それでは個別の動きを追っていきます。まず最初にロシア軍の動きから、ロシア軍の前線での装備が劣化し続けているといった話はこれまで継続的に行っていました。例えば、こちらの映像では、ロシア軍が前線の農家から接収した耕運機などを使って前線での移動に役立てています。一つの映像だけでは、これは例外だろうと思われがちなので、二つ目の映像もご紹介しておきます。こちらでもやはり兵士の移動などに用いられています。わざわざ軍用トラックと装うために護送も行っています。しかし、前線での移動だけではなく、そのまま突撃に使おうというのであれば、ウクライナ軍の攻撃対象です。ウクライナ軍のドローンが攻撃したのは、走行を施して前線にやってきたトラクターです。戦車でも様々な走行やもしくは覆いをかぶせることによって防御力を高めていますが、もともと農家が使うものですから、防御力はないに等しいものです。ロシア軍のこうした軍用車両などを用いない民間車両を接収した動きといったものは、まだまだこれからも続くでしょう。次にウクライナ軍のドローン操縦手の腕前といったものを見ておきましょう。こちらの映像では森の中のロシア軍の塹壕陣地に対する攻撃を行います。ロシア軍はドローン対策のため網を様々なところに張り巡らせてドローンが近づけないようにしています。しかしそれらをかいくぐった上で地下に立てこもるロシア軍の陣地に対する攻撃を行います。こちらの映像では正面から突破されないように入り口方向が横に分けられているのですが、そこをかいくぐって攻撃を成功させています。続いては東部戦線での迎撃の様子。こちらでもやはりロシア軍は覆いを使った亀戦車といったものを対応してウクライナ軍の陣地に対する攻撃を行っています。しかし成功する割合は非常に低いもので、突撃に参加した兵士たちは次々と撃退されていきます。さて、先日お伝えした動画において少し情報が更新されました。ウクライナ軍が水上ドローンを使って戦闘機を撃墜したという話。これが事実なら世界初の事例となります。という話をしました。どうやらそれは事実のようで、さらにウクライナ軍は2機目の戦闘機も撃墜したという話をしています。水上ドローンの説明のため、こちらの資料をお見せしましたが、この情報は一つ古いものだそうです。今回の攻撃に用いられた水上ドローンとされるものがこちら。搭載されている空対空ミサイルは、ウクライナ軍がもともと持っていたものではなく、アメリカが供与したサイドワインダーではないかといった話が出ています。続いて、ウクライナに対する支援の動き。ゼレンスキー大統領がチェコを訪問。弾薬180万発の追加供与へ。共同通信。ゼレンスキー大統領はチェコを訪れ、パベル大統領と会談した。会談後、チェコが主導する弾薬供与計画に謝意を表明し、新たな180万発の供与について協議したと明らかにした。弾薬供与計画は、カナダ、ノルウェー、デンマーク、オランダが資金協力しており、すでに約150万発をウクライナに供与した。パベル氏は共同会見で、年内の和平達成は想定できないと述べ、2026年以降の供与も検討していると述べた。会談では F16 戦闘機のウクライナ人操縦士の養成施設をチェコに設立する計画も話し合った。チェコは和平後のウクライナへの部隊派遣についても参加の意欲を示している。チェコは決して経済大国でもなければ軍事大国でもありません。しかし、ウクライナ支援については非常に大きな貢献をしています。ヨーロッパ域内ではなく、ヨーロッパのその外側の兵器産業などへの強いコネクションを持っており、世界市場から様々な種類の砲弾類など弾薬を調達、そしてウクライナへの供与を実現しています。続いてトランプ大統領のウクライナ支援。ウクライナに防空システムパトリオット追加配備へ、トランプ政権の姿勢好転か。産経新聞より。アメリカニューヨークタイムズは、
ウクライナに防空システムパトリオットが追加配備される可能性があると報じた。パトリオットは現有の防空兵器で最も高性能だとして、ウクライナが供与を求めていた。トランプ大統領の判断待ちとみられ、実現すれば、ウクライナ支援に消極的だったアメリカ政権の姿勢が好転する兆しと言えそうだ。ロシア寄りだったトランプ政権は、これまでウクライナの要求に厳しい反応を示していたが、4月のバチカンでの首脳会談以降、資源開発協定に署名するなど、関係改善に動いている。ニューヨークタイムズによると、イスラエルからパトリオット1機を移送し、ドイツかギリシャからもう1機を送る計画。ウクライナは現在パトリオット6機を運用し、2機を回収中。計画が実現すれば、最大10機の運用が可能となる。トランプ大統領はロシアによるミサイル攻撃によって市民が亡くなっていることに関しては批判の声明を出しています。そのため防空ミサイルシステムについての供与を決断したものとみられます。ただし、パトリオットの弾薬類などについて供与するかどうかはまだ不明です。つい先日も F-16 戦闘機のスペアパーツ類や訓練などについて軍事支援を表明しましたが、それもウクライナからお金をもらう形で実現しており、今回のパトリオットシステムについても弾薬類については販売形式を取り、無償支援とはならない可能性があります。続いて、ロシア軍の死傷者について、産経新聞より、ロシア軍の死傷者は95万人、今年に入り過去最多ペース、米欧情報機関、ロシアは方針変更。イギリス国防省は、2022年2月のウクライナ侵略の開始以降、ロシア軍の死傷者が約95万人に達したとする推計を公表した。また、今年1月から4月の死傷者が計16万人に上っているとし、このペースで損害が増えれば、ロシア軍の今年の死傷者数は年間ベースで過去最多になると指摘した。イギリス国防省によると、ロシア軍の死傷者は1日平均で1月に1556人、2月に1255人、3月に1328人、4月に1209人だった。最多だった昨年12月の1570人からは減ったものの高い水準が続いており、しかも目立った前進に結びついていないという。アメリカのシンクタンク戦争研究所も、ロシア軍は過去4ヶ月間、制圧を狙うウクライナ東部ハルキウ州クピャンスクや東部ドネツク州チャシフヤル、ポクロウシク方面などで、ウクライナ軍の防衛戦に直面し、前進が鈍化していると報告した。アメリカ CNN テレビは、米欧の情報機関が、プーチン大統領は戦争の当面の方針を、ロシア軍の占領地域の維持と低迷する国内経済の活性化に切り替えたと分析していると伝えた。ロシア軍の死傷者数が多い状態とはなっていますが、それでもなおロシア軍は戦力を現在でも維持しています。それは、死傷者を上回る数で徴兵を進めているからです。しかしそれは永遠に続くものではありません。例えば、2022年から2023年にかけては、囚人兵や傭兵といったものが非常に多く見られました。そのうち囚人兵については、もうあらかた刑務所から連れ出した状態で、そこから新たな兵士を募るのはもはやできないでしょう。一方で、ロシア国内の貧富の差といったものを利用して、高額の給料をちらつかせての徴兵といったものは、現在でもなお有効とされています。地方の貧困層は月給が5万円から10万円程度といった人たちが多く、それらの人たちに対して月給40万円、50万円、それに加えて軍に志願すれば一時金として50万円、100万円、200万円といった非常に高額のボーナスを支給することを宣伝広告を行っています。しかし、そうやってお金目当てでの入隊に関しても永遠に続くものではありません。戦争の長期化に伴ってロシアの労働世代の男性たちが次々と死傷していくわけですから、今まさにロシアは未来を自ら刈り取っていると言えるでしょう。さて、ロシアの戦時経済を大きく支えているのは石油や天然ガスといったエネルギー資源の輸出です。そのうち石油価格についてはロシアのコントロールできないところで事態が動いています。ブルームバーグ通信より OPEC プラスは一段の増産も割り当て違反続くならサウジが警告。石油輸出国機構 OPEC と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの主要メンバーであるサウジアラビアは生産枠を超過している加盟国に対し割り当てを守らなければ歴史的な方針転換をさらに進め一段の増産に踏み切る可能性があると警告した。OPEC プラスは2ヶ月連続の供給拡大となり割り当てを上回る生産を続けてきたカザフスタンやイラクなどを罰する狙いがある。これらの国々が
生産枠を守らなければ2022年から停止していた日量220万バレルの生産分の残りについても同様のペースで生産を再開していくことをサウジアラビアは検討している。これはサウジアラビアが価格下支えを目的とした長年の減産方針からさらにシフトし、グループ内の規律強化を図る用意があることを示している。さらに、トランプ大統領の貿易戦争に石油供給増加が重なり、原油価格に深刻な打撃を与えている。世界経済全体で言えば、トランプ関税の影響によって、経済活動が縮小すると見られています。経済活動が縮小するということは、エネルギーの需要も減退することから、石油価格についても下落圧力となります。その上、生産各国の間における談合もうまくいかず、生産量を絞ろうとしても、約束を守らない国がどんどんと増産して、自分だけ利益を確保しようとする動きが出ています。これに対してサウジアラビアが言うことを聞かないのであれば、自分たちももっと増産して石油価格を下落させ、談合することの意味といったものをもう一度認識させようとしています。日本にしてみれば、原油価格が安くなると、それこそ電気代やガソリン代などに値下げ要因となりますから、大いにやってくださいとも言えるような状態です。しかし、ロシアにとっては国際的な石油価格が下落するということは、制裁をかけられているロシア産原油についてはさらに強い値下げ圧力がかかりますから、戦時経済に大きな打撃となるでしょう。続いて最近のトランプ大統領の言動。こちらは X におけるホワイトハウスの公式アカウントです。トランプ大統領が SNS でちょっと一風変わったイラストを投稿していました。それがこちら。ムキムキの筋肉を見せびらかしたトランプ大統領が赤いライトセーバーを手にしています。トランプ大統領はアメリカの映画に対して理解があまりないのか、何の気なしにこちらのイラストを投稿したかもしれません。映画スター・ウォーズにおける赤いライトセーバーはダークサイド側の色を示しています。つまり暗黒面に沈んだといったことを意味しているわけです。さて、そんなトランプ大統領の言動。CNN よりトランプ氏、グリーンランド領有に武力行使排除せず。トランプ大統領は資源に恵まれたデンマークの自治領グリーンランドについて国家安全保障上必要だとし、グリーンランドを手に入れるために軍事力の行使を検討する可能性があると述べた。トランプ氏は NBC ニュースのインタビューで、そうなるとは言わないが、あらゆる可能性を排除しない。我々はグリーンランドを強く必要としている。グリーンランドに住む人々はごくわずかで、我々は彼らに配慮し、大切にするつもりだ。しかし、国家安全保障上、それは必要だと語った。トランプ氏が示すグリーンランド領有への意欲は、グリーンランドの将来の安全保障に一石を投じている。北極圏ではアメリカ、ロシア、中国が影響力を争っている。トランプ氏は、アメリカが武力行使や経済的圧力によってグリーンランドを奪取することに何度も関心を示しているが、デンマークとグリーンランドはこの考えを断固として拒否している。一方、トランプ氏は、カナダをアメリカの51番目の州にするとも繰り返し発言してきた。カナダの併合のために軍事力を行使する可能性は極めて低いとも述べた。トランプ氏のアメリカの利益を拡大したいという話は、グリーンランドやカナダだけではなく、パナマ運河やスエズ運河についても言及がなされています。トランプ大統領、パナマ、スエズ両運河、アメリカ船舶無料にすべき。トランプ大統領は、世界の物流を支えるパナマ運河とスエズ運河について、アメリカの船舶は、軍用も商用も無料で通行できるようにすべきだという考えを示しました。投稿では、2つの運河はアメリカなしでは存在し得なかったなどと主張し、ルビオ国務長官に対し、直ちにこの問題に対処するよう指示したことを明らかにしました。このうち、中国の影響力が強いとされるパナマ運河をめぐって、中国の影響下から取り戻すと繰り返し主張しています。それぞれの運河とアメリカとの関係について、全長約 80km のパナマ運河はアメリカが整備して1914年に開通した。1999年にパナマに返還されるまで運河はアメリカの管理下にありました。一方、スエズ運河、地中海と紅海を結ぶ総延長約 193km のスエズ運河はアフリカ大陸の南端を回らずにヨーロッパとアジアをつなぐ海運の要衝だ。フランス人のレセプスによって建設され、1869年に開通。1956年にエジプトが運河の国有化を宣言。反発したイギリス、フランスなどが軍事介入してスエズ騒乱へと発展。アメリカなどの反対で撤退した。現在はエジプト政府が運河を管理し、スエズ運河庁によると、世界貿易の約 12% がスエズ運河を経由している。この成り立ちから見ると、少なくともスエズ運河に対して
アメリカが自国の権益といったものを主張しても、それはさすがに無理というものでしょう。また、パナマ運河について言っても、もともとアメリカが作ったのだからという理由で権益を主張しているわけですが、そのアメリカ自身がパナマに運河を返還しており、それをなかったことにしてくれという話をするのもまたちょっと難しい話でしょう。最後にご紹介するのはちょっと継続的な監視対象としているインド・パキスタン間における軍事的緊張について、インドがパキスタンへの給水を停止、インド・パキスタン双方が領有権を主張しているカシミール地方、そのカシミール地方でインド人観光客を狙ったテロが発生、26人が殺害されました。この首謀犯らはパキスタン系のテロ組織だと見られていますが、インド政府は黒幕としてパキスタン政府がいるとして、パキスタンに対して強い批判を繰り返しています。両国の国境には双方の軍隊が配備されており、軍事的な緊張がまだまだ解かれていない状況です。その中でインドはパキスタンとの間で結んでいたインダス川の水の利用協定を廃止し、インダス川の上流にかかっているダムなどを操作して水がパキスタン側へと流れないような行動を取り始めたという報道が出ています。パキスタン側はこうした水を閉ざそうとする動きはそれこそ戦争行為だというような強い批判を行っており、どちらかが強力な攻撃を行うといった可能性がまだまだ排除できない状態となっています。インドとパキスタンは双方ともに核兵器を保有しており、軍事的な衝突が全面戦争へと発展する危険性も十分はらんでいます。この後はもう少し様子を見る必要があるでしょう。トランプ大統領についての評価なのですが、これはそれぞれの政策によって分けて考えておく必要があります。例えば私は国際情勢の話の中でトランプ大統領に対して批判の言葉が多いですが、これはそれぞれの政策を見ての話です。例えば、トランプ関税は世界経済を混乱させるものですし、また、トランプ大統領のウクライナ政策について言っても、侵略国であるロシアの権益をなるべく確保しようとする動きは、他の地域における戦争といったものを誘発させる要因となっていますから、とてもではありませんが、称賛できるものではありません。また、トランプ大統領が、グリーンランドはアメリカの利益になるんだから、アメリカが領有すべきだというような主張をしていたり、パナマ運河やスエズ運河について、アメリカの軍事力のもとに成り立っているんだから、アメリカの船舶が通航する時の料金はゼロにしろという話はもはや恫喝にも近いものです。このような発言の背景にあるのはアメリカ第一主義です。それぞれの国においては自分の国を大事にしようという話はそれは当然のことです。日本においても日本を一番大事にしようといえばそれに反対する人は別にいないでしょう。問題なのはそのために何をするかです。トランプ大統領の現在の言動といったものはアメリカの利益のためであれば他の国はどうでもいいというかなり強いメッセージを放っているものであり、そこが問題なわけです。このような動きに反発する国々においては選挙にも大きな動きが出ています。例えばトランプ大統領が就任する前であればカナダ国内ではリベラル派が非常に苦しんでおり、次はミニトランプと呼ばれるような人物が選挙で圧勝するだろうと言われていました。ところがトランプ大統領がカナダはアメリカの51番目の州になればいいじゃないかという話を散々繰り返すので、カナダ国内で愛国心が高まり、反トランプ運動がリベラル派を勝利に結びつけました。また同じような動きはオーストラリアでもありました。オーストラリアでもトランプ大統領のなり損ないみたいな人が今まではちょっとした人気を保っていたのですが、こちらでもやはり選挙では大きく負け込みました。オーストラリアは決してカナダのようにアメリカの州に加わればいいといったような恫喝は受けていません。しかし、トランプ関税の影響に伴う悪影響といったものも波及することを考えると、行き過ぎた自国第一主義は警戒すべき政策だというような意識が広がったものとみられます。繰り返しますが、自国第一主義それ自体は別に間違っている話ではありません。問題なのはその政策が他国に対して攻撃的でありすぎることは、それは従来その国が培ってきた国際的な信用そのものにダメージを与えるものであり、短期的には心地よく見えても長期的に見ればしっぺ返しを食らうといったことも十分あり得る。その点について考慮する必要があります。なお、アメリカ国内におけるトランプ大統領の支持率なのですが、全体で見れば 45% 前後だと言われています。しかし、これはあくまでも共和党と民主党という二大政党制の国における
45% であり、支持政党である共和党の支持率は9割近くまだ保たれていると言われています。ですから、岩盤支持層の人たちの支持は全く崩れていません。この要因ともなっているのが、これまで述べてきたような国際社会におけるアメリカの動きではなく、アメリカ国内における政策といったもの、特に反移民であるとか、反リベラル政策といったものが効いていることが挙げられます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。国際情勢全体で言っても、ウクライナ情勢についても、アメリカの動向といったものは非常に大きな影響をもたらします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。